カピラボ。皆さんどうもこんにちは、ミニが好きなカキさんです。以前、当チャンネルでライゼン 9-5900X を搭載したエリートミニ HX90 を紹介しました。その時、ライゼン 7-5700G を購入するならこれでいいんじゃないと言ったんですがミニズフォーラムがまたやってくれました。なんと、10月上旬にその 5700G を搭載したミニ PC を発売するらしいです。マジか、展開早くねと思いましたよね。そして本当にどちらの方がいいのかという疑問も生まれてきました。今回はそのサンプルを提供してもらったので、エリートミニ HX90 と比較もしてみたいと思います。今回もレビューサンプルですので実売と異なる部分がありましたらご了承ください。それでは今回の流れはこんな感じ。まずはレビュー品の販売時期や価格、スペックの紹介。その後、レビュー品を開封して中身を見ていきます。中身の確認が終わったら性能を見ていきましょう。性能確認が終了したら少し分解して拡張性などを見てみたいと思います。最後にエリートミニ HX90 との比較をしていく、といった感じですね。それでは早速やっていきましょう。まずは今回紹介する商品はエリートミニ X500 と言います。以前に発売された X400 というものの後継機ですね。デザインは X400 と変わりありません。出荷予定時期は10月上旬予定となっており、販売は公式ホームページとなります。商品には3つのラインナップが用意されており、メモリ容量やストレージで価格が異なります。現在予約販売中で1万円オフとなっているので、一番安いもので9万6980円ですね。今回提供していただいたモデルはこちらとなります。それではスペックも確認していきましょう。OS は Windows 10を搭載。APU はデスクトップ用の Ryzen 7-5700G を搭載しています。8コア16スレッドのハイスペック APU となります。現段階で APU としては最高位のものですね。メモリは 16GB。ストレージは 512GB となります。グラフィックは APU 内蔵の Radeon Vega Graphics となっていますので性能はかなりいいはずです。その他に技的通過済みの Wi-Fi 6や Bluetooth も搭載されていますのでミニ PC 用途としては困ることはないはずです。それでは早速開封していきましょう。さて、箱の中身を見ていきましょう。内部梱包に関してはいつも通りしっかりとしています。海外からの発送なので、このくらいしっかりとしていないと怖いですよね。本体は後にして付属品から見ていきましょう。付属品一覧はこんな感じ。それでは一つ一つ見ていきましょう。説明書は日本語表記もしっかりとあります。そしてマグネットタイプのメッシュフィルター。電源コードと AC アダプター。AC アダプターはしっかりと PSE 認証も通過しています。アダプターの容量は約 120W ですね。そして短い HDMI ケーブル。モニター裏に取り付けるベサマウントとネジも付属していました。付属品は以上となります。それでは本体を見ていきましょう。本体はカロリーメイトのようなゲーミング梱包材で保護されています。本体のサイズはとてもコンパクトです。置き場所に困ることはないでしょう。このサイズでデスクトップ PC と同じパフォーマンスを発揮するんだからすごいですよね。重量は 0.95kg となっておりかなり軽いです。1kg切ってるんですね。すご。では各ボタン種類も見ていきましょう。正面のインターフェースはこんな感じ。左からマイク入力端子とリセットホール、電源スイッチがあります。このリセットホールは CMOS クリアを行うときに使用します。個人的には正面に2つぐらい USB ポートは用意して欲しかったです。そして背面のインターフェースはこんな感じ。映像出力としては HDMI と DP が1ポートずつあります。両方とも 4K60Hz での映像出力が可能です。通信面では有線 LAN ポートが2つありますが、どちらも 1Gb イーサとなっています。USB は 3.1 のポートが4ポート準備されておりますね。タイプ C ポートとかも欲しかったかなとは思う。あとは右上にケンジントンロックがついているくらいですね。右側面は通気口のみで端子等はありません。至ってシンプルです。左側面はマイクロ SD のカードスロットや音声出力の端子があります。マイクロ SD のカードスロットは本当にありがたい。そして上部はメーカー名と通気穴があり中のファンが見えますね。下部はベサマウントに取り付ける際の穴が開いています。このようにモニター裏に取り付けることも可能です。それでは本体の外観確認はこのくらいにして性能を見ていきましょうか。まずはセットアップをしていきます。AC アダプターと HDMI ケーブルを本体に接続します。あとはキーボードとマウスをつなげば準備は OK。キーボードとマウスは無線のものをおすすめします。それでは電源を入れてみましょう。
問題なく起動しました。言語も日本語表示を選べますし、セットアップは通常のものと変わりありません。セットアップが終わったら起動時間を確認してみましょう。起動時間の確認は原始的な方法で行いました。電源ボタンとストップウォッチを同時に押して起動時間を計測。起動速度はこんな感じ。デスクトップ画面が表示されるまで約26秒かかりました。クリーンな状態というのもありますがかなり早いですね。それではその他確認をしていきましょう。まずセットアップ後の初期起動では余計なソフトウェアは入っておりませんでした。余計なソフトがもりもりの国産 PC にもこれを見習ってもらいたい。まずタスクマネージャーを開くとこんな感じ。Ryzen 7 5700G を搭載しているので、コアとスレッドが圧巻です。メモリやディスクを見てみるとキングストン製のものが使用されているみたいです。メモリの GPU 割り当ては初期状態では 2GB となっておりました。ではまずはブラウジングや動画鑑賞から試してみましょうか。これに関してはやる前からわかりきっていますがめちゃくちゃサクサクです。ブラウジングではタブを開きまくっても問題ないです。そして、動画再生では 4K の再生も全く問題ありません。かなり強い APU だしそりゃそうですよね。事務系ソフトウェアの動作なども問題ないですし、軽い動画編集も可能なレベルです。飼育もしっかりしてくれるし、エンコードも可能です。ちなみにこの動画も X500 で作成しております。それでは次はベンチマークをやっていきましょう。今回は CPU ベンチとストレージベンチ、ゲームベンチを行います。CPU ベンチマークはおなじみのシネベンチ R23、8コア16スレッドだけあってベンチマークは早いですね。結果はこんな感じでとても高いスコアが出ました。CPU の温度については最高温度が 74.5 度。想像以上に冷えてます。ベンチスコアが若干低いことを見ると、発熱を抑えるためある程度制御されているのかもしれません。ベンチマーク実行時のシステム消費電力も測定してみました。アイドル時が約 13W、高負荷時が約 87W となります。アダプター容量以内で収まっていますね。ついでにシネベンチ実行時の動作音も録音してみました。この距離でカメラマイクにて録音をしております。テスター測定での音量は大きい時で 30dB くらい。ファンの上に直に置いても約 64dB でした。実際の音はこんな感じ。音はしますが、デスクトップ PC でも負荷がかかれば音は大きくなるのでこのくらいは許容範囲だと思います。それでは次、ストレージ速度を見てみましょう。ストレージの測定にはクリスタルディスクマークを使用しました。測定結果はリードが 2541MB 毎秒、ライトが 1211MB 毎秒でした。おおむねサイトで見た交渉値に近いですね。ストレージの温度は71度まで上がっていたので、後ほどヒートシンクを追加しておきます。では次はゲームベンチをやりましょう。測定に使用するのは FF14 ベンチマーク。フル HD の標準品質で行いました。プレイはできそうに見えるけど、少しカクつきなどがありますね。結果はこんな感じ。スコアは5329になりました。普通評価ですね。平均フレームレートは36、最低フレームレートは19だったので厳しそう。まあ、グラボレスでこのスコアが出るだけすごいです。では実際はどれだけゲームができるのか試してみましょう。今回も人気の3タイトルをやってみました。左からフォートナイト、エイペックス、バロラントとなります。前回の HX90 同様、フォートナイトとバロラントは、アベレージが 100fps を軽く超えていたので快適にプレイができました。やはりゼン3の内蔵グラフィックは強いです。エイペックスに関してはプレイはできましたが、効果時はカクつきがひどかったです。そこを割り切れば、って感じですね。設定次第ではこの3タイトルはプレイが可能なので、たまにゲームする程度の人であれば選択肢的にはありでしょう。その他にも3タイトルプレイしましたが、軽いゲームであれば APU でのプレイは問題ないですね。FPS はそんなに高くはないですが、プレイに支障が出るカクつきはなかったです。原神も戦闘時は 30fps くらいまで低下しましたが問題はないですね。低設定でやればもう少し FPS は伸びそうです。また、重量級のサイバーパンクも試してみましたがこちらはやはりフル HD でのプレイは厳しい。結構カクカクしてます。これなら CS 機の方が良さそうです。その他公式でも FPS 測定を出していたので、気になる方はこちらを見ておいてください。正直 HX90 との差はほぼ感じませんでした。では、性能確認はこのくらいにして中身の確認といきましょう。ではまずは注意事項のご説明。このような分解行為は保証の対象外となりますのでご注意ください。それでは早速分解をしていきましょう。
まず、底面のネジを4本外します。すると裏蓋が外れます。内部のこの黒いプラスチック部分が 2.5 インチストレージの増設スペースとなります。ここの増設をするだけなら保証はなくならないとのことです。この部分を取り外すとメモリにアクセスすることができるようになります。メモリはキングストンの 8GB が2枚搭載されていました。M.2 もキングストン製で容量は 512GB ですね。後でヒートシンクも追加しておきます。また、こちらには2242サイズの SATA の M.2 が取り付けられるスペースがあります。そして隣はインテルの Wi-Fi モジュールですね。基板を取り外すにはここの Wi-Fi のアンテナの取り外しが必要となります。こんな感じですね。あとはこのネジを外せば基板を取り出せます。取り出し方はカードスロット側のケースの引っかかりを外せばすんなりと外れますね。基板を取り外すとこんな感じ。これパッと見た限り昨年の12月に販売された X400 と変わらない気がします。X400 と同じ基板を使用して UEFI のみ書き換えを行ったのかもしれません。反対側には CPU クーラーがあり、ヒートシンクはしっかりと厚みのあるものが使用されています。ネジが4本で固定されているので、このクーラーを取り外すと APU にアクセスすることができます。今回はめっちゃ冷えてたので外すのはやめておきましょう。APU だけで5万円近くするので今回のコスパはすごいと思う。OS まで含んでデスクミニで組むとこれ以上の価格にはなるしね。ミニズフォーラムかなり頑張ってると思う。それでは最後 HX90 との比較といきましょう。今回は X500 と HX90 の以下の項目を比較していきます。それではやっていきましょう。まず性能面では正直イーブンです。HX90 も製品版を測定しましたが、スコアも温度も大差ありませんでした。意外だったのが消費電力。全体的な消費電力は HX90 の方が 13W 高くなっていました。Ryzen 9 5900HX の方がスペック上 TDP は低いんだけどね。次に価格面。こちらは HX90 の方が3290円安いです。しかし、X400 はデスクトップ版 APU を搭載しているのでリセールバリューが高いと思います。よって結果はイーブンですね。次にサイズやデザイン。サイズ面では X400 の方が厚み以外はコンパクトですが、縦置きができないという違いもあるのでこれもイーブンかなと思います。デザインに関しては、私の好みになるんですが HX90 の方がかっこいいと思います。次に使い勝手。これは HX90 の方がいいですね。4画面出力が可能だし USB ポートも HX90 の方が充実しています。マイクロ SD スロットがあるという点は X500 の方がいいですがね。次に静音性。これは HX90 の方が構造上なのか静かに聞こえます。てか両方静かなんですけどね。どちらかというと HX90 かな。最後に拡張性。拡張性も HX90 の方が優れていますね。HX90 は 2.5 インチストレージが2台。X500 は 2.5 インチストレージが1台と SATA の M.2 2242が1台。結果としてストレージ搭載台数は変わりませんが、購入のしやすさや価格面で HX90 の方が勝っていると思います。ということで比較をしてみましたが、正直どちらも大差はありません。個人的には好みは HX90。まあ、パーツの有用性やリセールバリューは X500 の方がいいんですけどね。こればかりは好みだと思います。ということで色々とやってみましたがここらでまとめ。今回はコンパクトなミニ PC をレビューしました。ぶっちゃけミニ PC としての不満点はあまりないですね。強いて言えばいい加減 UEFI の日本語対応をしてほしいというくらいかな。あと M.2 にヒートシンクつけてください。こんなもんかな。今回のミニ PC ハライゼン7 5700G を搭載しているだけあり、ミニ PC としてはかなりハイスペックのいいものでした。これ1台あればそれなりのことはできてしまう感じですね。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方は参考にしていただければと思います。ということで今回はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまたバイバイ。X500 と HX90 はマジでどっちでもいいな。好みで選ぶしかないかな。